こんにちは、ペンタロウです。フィーリング最高の V ツインエンジン。絶滅危惧種感がありますが、今買える V ツインモデルを調べてみました。最近調べた情報なので、もし情報の勘違いや社名の読み方の間違いがあったらコメントで指摘してください。1、ドゥカティ。まず V 型エンジンといえばドゥカティですが、V ツインには3種類現存しているようです。803cc。はじめにいつ終わるかわからない空冷エンジンですが、こちらは主にスクランブラーシリーズに搭載されています。スクランブラーシリーズは以前はかなり多くの種類がありましたが、現行は主流モデルに絞り込まれているようです。代表的なのがスクランブラーアイコン。ベースモデルが138万円です。通常カラーはイエローとレッドの2種類ですが、カラーパネルが着せ替えできるようになっていて、そのラインナップが豊富です。濁った黄緑のようなストームグリーン。写真で見るとグレーと言われればそうかなというくらいあまり色が強くありません。ターコイズ系のリオセレステ、やや緑みのある青です。ペンタロウ個人的には単色ではこれが一番好きです。鮮やかなタンジェリンオレンジ、黒とのコントラストがいい感じです。灰色っぽいジェイドグリーン、こちらも名前はグリーンですが、より無彩色です。青色のスパーキングブルー、明るい青ですね。高級感のある赤のベルベットレッド、2分目の光沢で上品です。柄物にはグレー格子模様のオールドスクールチェッカーボード、オレンジ色も差し色に入っています。赤青のレトロストライプ、どこぞの国旗のような配色ですね。そして多分とっくに買えないバンオートンリミテッドエディション。ペンタロウは発表された時にこれが欲しくて問い合わせましたが、とりあえず素の車両を注文してください。そして限定カバーを追加注文してください。しかしカバーは限定数世界50個なので買えるかわかりません。カバーを買えなかったら素の車両で乗ってください。という闇の深さだったので、スクランブラーアイコンを買うことは永遠にないなと思いました。あとカラーパネルの値段は現在非公表になっていてちょっと怖いです。アイコンにはダークもあって、こちらはシックな黒になっています。素のアイコンと中身はほぼ同じものの細かいパーツが違います。こちらは税込み123万円となっています。スクランブラーナイトシフト。現行はエメラルドグリーンで茶色のシートと合わせて上品で綺麗な色です。税込み159万円と性能に対しては割高に感じてしまうところです。リゾマエディション。誕生10周年を記念して制作したモデルとのことです。500台限定となっていてまだ買えるのかどうかはわかりません。値段が載っていないので問い合わせていくらと言われるのか怖いですね。スクランブラーフルスロットル。ストリートトラッカースタイルということでアイコンなどよりちょっとワイルド感があります。税込み153万8000円と高め設定です。フォーミュラ73。新しく出たレトロスタイルのモデルで873台限定です。多分バイクに詳しい人でないとホンダのホーク11と見分けがつきません。お値段不明なので知っている人がいたら教えてください。890cc。空冷エンジンに対してメジャーな位置づけなのが 890cc の水冷モデルで、ハイパフォーマンスモデルはこちらが採用されています。搭載モデルを見ていくと、代表的なモデルがパニガーレ V2、V4 と並んで前傾姿勢もワールドクラスです。ベースモデルが223万円です。パニガーレのストファイ版がストリートファイター V2、ベースモデルが210万円。ハイパフォーマンス V ツインシリーズの中ではお手頃価格のモンスターが166万2000円です。ペンタロウは前からモンスターが気になっていますが、うっかり買わないようドゥカティの店には足を踏み入れないようにしています。旅バイクシリーズのムルティストラーダのツイン版、こちらは V4 よりお手頃の212万4000円です。デザート X、フロント21インチタイヤのビッグオフローダー、スペック表が見当たらず詳細があまりわかりません。値段も見つけられませんでした。937cc、ドゥカティのツインエンジンにはもう一つあって、スーパースポーツ950が採用している 937cc です。こちらは 890cc の方に統合されておそらく終了の方向ではないかと思いますが、一応ウェブサイトに残っています。スーパースポーツ950はベースモデルが185万3000円となっています。2、ハーレー・ダビッドソン。ドゥカティがエンジンを寝かせた90度 V ツインなのに対して、ハーレー・ダビッドソンは前後とも上向きで狭めの角度が主流です。1923cc。現行主流モデルは 1923cc のエンジンで、空冷エンジンならおよそこれになります。搭載モデルを見ると、ローライダー S、ローライダー ST、ストリートボブ、ブレイクアウト、パッドボーイ、ヘリテージクラシック、ストリートグライド、ロードグライド、ロードグライド3というのが主な現行モデルで、このうちローライダーは国内販売の主力のようで、
昨年は1845台でペンタロー集計18位の販売台数とホンダのレブル1100より少し上でした。ちなみにストリートグライドは708台で48位、スズキのハヤブサよりちょっと売れています。1977cc。1977cc は CVO モデルに使われています。CVO ストリートグライド、CVO ロードグライド、CVO ストリートグライド3あたりが対象です。1252cc。ハーレーの水冷エンジン 1250cc ですが、水冷になっても V ツインは健在です。搭載モデルはスポーツスター S、ナイトスター、パンアメリカ 1250ST となっていますが、国内の販売台数集計値には見えないくらいの数字になっているので、実際売れている台数がいくつかは不明です。3. モトグッチ。イタリア最古のバイクメーカーモトグッチ。こちらは唯一無二の縦置き V ツインエンジンを採用しています。というかそれしか作れません。スバルが水平対向エンジンしか作れないのと同じで、このまま突き進むしかないでしょう。1042cc。モトグッチのエンジンは現行では2種類で、新しいものが水冷の 1042cc です。こちらの搭載モデルはアドベンチャーツアーラーのステルビオ242万円、ロードスポーツ系モデルの V100 181万5000円から225万5000円、 1000cc ファミリーはいずれもまずまずお高いモデルです。 853cc。 もう一つが 853cc の空冷エンジンで、以前は 750cc くらいのものもありましたが、今はこちらに集約されています。アドベンチャー系の V85、 二灯ヘッドライトの個性的な外観です。 TT トラベルはサイドケースやシートヒーター、暴風のディフレクターなどがついているようです。 V85TT が174万9000円、 TT トラベルが189万7500円です。そして V7 の方は以前の700から800エンジンに変わっていて、社名の7と合わなくなっているものの、そのおかげで延命できました。スポルト、スペシャル、ストーンの3種構成になっていて、スポルトはフロントサスペンションが倒立フォーク、フロントダブルディスクブレーキ、コーナリング ABS と走行性能が高く設定されています。スポルトは168万3000円、スペシャルが159万5000円、ストーンが152万9000円と性能にしてはちょっとお高い感じもしますが、機械式時計のような骨董品なので、そう考えるとだいぶ安い気もしてきます。4. スズキ。スズキも V ツインが継続販売されていて、終了の方向かと思いきや、まだまだ現役で行ってくれそうな雰囲気です。 1036cc。 スズキの V ツインの現存は水冷のみですが、排気量が2種類あります。大きい方が V ストローム1050の 1036cc。 最近 GSX-S1000GX などもあって、なんとなく方向性が被りそうな雰囲気ですが、 V ストローム1050には DE というよりオフロード感に振ったモデルもあります。 645cc。 排気量の小さい方が 645cc。 こちらは SV650 と V ストローム650に搭載されていましたが、先日生産終了して新たに同じエンジンの SV7GX が登場します。電子制御スロットルになってクイックシフターも標準装備、ナックルカバーやキャリアも標準装備など、至れり尽くせり仕様になっているようです。5. ホンダ。ホンダは過去には VTR やマグナなど色々ありましたが、現行ラインナップに V ツインはありません。ただ近いうち V 型3気筒の V3R が登場します。 V3R900E コンプレッサープロトタイプが各種イベントにも展示されていますが、実際の登場時には下級機なしのモデルも発売を検討されているという噂があります。6. ヤマハ。ヤマハは長く V ツインを製造していましたが、現行モデルにはもうありません。ついこの間までラインナップにあったのがクルーザーのボルトです。60度空冷 V ツインで、クルーザーなのにスポーティー感のある走りをする素敵なモデルとなっています。ペンタローは派生モデルの SCR950 を持っていますが、涼しい時期になるとふと乗りたくなる魅力があります。過去モデルの中古車を探すと SRV250 やルネッサはいくらか現存しているようです。 SRV250 という社名は中国の QJ モーターが今販売しているものにもあって、名前を意図的にパクったのか偶然かは不明です。ちなみにこちらは70万円くらいだそうです。7. 川崎。川崎には実は V ツインモデルが現行に存在します。 749cc 水冷4ストローク V 型2気筒エンジンのブルートフォース750。残念ながら日本の公道では走れません。山を持っている人はぜひどうぞ。せっかくなのでこのエンジンをバイクに乗せてほしいですが、排ガス規制適用などコスト面で無理なんでしょう。バイクの V ツインは過去にはエリミネーター 250V、バルカンシリーズなどがありました。現行のバルカン S は直列2気筒でクランク角も180度と V ツインフィーリングに近い方向ではありません。8. V ツインの魅力。 V ツインエンジンが愛されるのには他では味わえない魅力があるからで、ペンタローもツインなら V 型が好きです。トラクション
感。面白いポイントの一つが加速時のトラクション感で、低回転からでもドドドドッと地面を蹴るように加速する感覚が強めです。ただこの感覚は直列2気筒の270度クランクでもほぼ一緒なので、低回転の街乗りなら体感に差はないと思います。高回転がスムーズ。V ツインは90度では特に振動の打ち消しパターンが独特になるので、90度に近いほど高回転がスムーズに回る感覚があります。不快な振動が増えにくいからか、逆に振動が減っているような感覚を覚えるのが V ツインの楽しさの一つで、低回転のトラクション感と合わせて二面性を感じられるところが魅力ですね。見た目かっこいい。 V 型はエンジンの造形が見た目にも特徴的で、ハーレーのようにエンジンそのものがかっこいいと評価されているものも多いです。個人的には縦置き V ツインがさらに特徴的で好きですが、空冷エンジンは特にフィンの造形と合わせて目を引くポイントになっています。直進安定性が高め。 V ツインモデルは体感的に高速時の直進安定性が高いものが多いように思います。V ツインエンジンは構造上前後サイズが長くなるので、ホイールベースが長めになりがちなので、その影響や高回転時のエンジン振動による車体のブレが少ないことも関係するのか、詳しいことは分かりませんが、安定感の高いものが多いのは確かかなと思います。暑い。 V ツインデメリットの一つですが、いかんともしがたい暑さというものがあります。直列エンジンはヘッドが前に傾いて体からある程度離れているところ、普通の横置き V ツインエンジンの場合は後ろのヘッドが体に近いので、夏場は暑いです。 SCR950 などは足とヘッドが密着するくらいの位置で、本当にどうしようもないですね。スズキやドゥカティのように前に寝ているといくらか体から遠くなりますが、直列エンジンより確実に近い位置にあるので大抵暑いと思います。横置き V 型はヘッドが前後に並ぶので、排熱効率が左右に並んでいるものよりどうしても悪い感じがあります。そんなわけで縦置き V 型のモトグッチは夏も割といけます。 V ツインエンジンはメリットデメリットあるものの、おおむね魅力が大きいので、未体験の方は何かの機会に体験してみると好きになるかもしれません。また何か情報があればピックアップしていくので、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ペンタロー LINE スタンプもあります。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。